ね。グリップかなり高くなった感じがします。いやすごいですね。僕が選ぶなら絶対こっちの方がいいですね。輸入タイヤの中ではかなりハイグリップだなで、タイムも出るなっていう印象ですね。しっかりグリップしてるし、滑り出しがねめちゃくちゃ分かりやすいですね。160キロしか出ない車で2秒台が普通に出せちゃう。こうなんかね、タイヤって分かりやすい分かりづらいとかあるんですけど、これはねすごく分かりやすい。表面全然綺麗なんですよ。タイヤカスがぐちゃぐちゃについちゃうとかもないし、安くてめちゃくちゃ食うっていう。松田です。車のチャンネルです。ブーン。はい、ということで今日は筑波サーキット TC2000 でございます。冬晴れの気温もね6度とかね、結構いい感じでね、気圧も結構今日高いんですよ。ということで今日なんですけども、僕の GR86、そしてこのシルバーの GR86、この車2台を使って何をやるかというと、タイムアタックバトルをしていただこうと思います。はい、ということで今日ゲストに、スペシャルな人を2人お呼びしてますんで、はい、よろしくお願いします。こんにちは。じゃあ、はい、自己紹介を。はい、まあちょっと見たことある人もいるかもしれないですけど、宮城です。GR86 でタイムアタックしてる、素人ですね。はい、はい、素人最速男優の。素人最速男優じゃなくて素人最速ドライバー。男優じゃない。男優じゃないです。富士とかもねチャンピオンとかになってましたもんね。そうですね。 86BRZ の富士チャンピオンレースですね、はい、に出てまして、2024年度はチャンピオンを、はい、取らせていただきました。JAF 戦もだって。そうですね。 JAF の筑波のサットトライアルですけどね、もうそちらもチャンピオンを取らせていただきました。いや本当早いですよね。はい、そんな方と、ソブです。よろしくお願いします。ソブ吉和選手でございます。プロドライバーでございますよ今日は。はい、今日はこのお二人にですね、ソブさんには僕の GR86、そして宮城には、ご自身の GR86 乗っていただいて、どちらが速いかっていうのをやってもらうんだけども、一つ縛りがあります。はい、なんでしょう。縛りなんでしょう。はい、今日は難関の CRS を両方とも履いてもらって、それの実力がどれぐらいなのかっていうのをお二人に試してもらいたい。CRS って履いたことありますか？ありますあります。はい、輸入タイヤの中ではかなりハイグリップだなで、タイムも出るなっていう印象ですね。扱いやすいし。ありがとうございます。僕も一緒ですね。やっぱりその安くてめちゃくちゃ食うっていう。今日もしですよ、はい、ソブさんが負けたら、負けるようなことがあったら、レーシングドライバー即引退していただきます。あらまあターボついてますからね。そうですね。で言うてね。そう。でもな、素人最速なんですよね。そうなんですよね。そう。いやもうなんかね、ターボも何もついてないから。何諦めてるんですか？いや諦めてないですよ。絶対やっつけるつもりでいます。まあでもね、僕だけね、こうなんかそういうペナルティーあるのなんかあれじゃないですか。じゃあ僕が負けたら負けてもらいたいな。じゃあわかりました。もし宮城が勝ったら100万円進呈。お。勝ったら進呈。進呈。でプロドライバーやめてもらう。それ僕損しかしてられない。いや CRS はコスパがとにかくいいですよね。ハイグリップの、アジアンのジャンルにね分類されると思うんですけど、他のとはやっぱりグリップも一線を画してますし、普通にタイムアタックできる、かなり上位を狙えるタイムを出しに行くのに結構使われてる印象ですよね。僕もかなりお世話になっていて、何回使ったんだろう、本当かなり履きましたよ。何セット使ったんだろうってぐらい使いました。なんですごい大好きなタイヤです。まずね、剛性感高いんですよこのタイヤ。他のアジアンと違って剛性感高いとやっぱりブレーキした時の姿勢作りとかその辺もすごい安定してて作りやすいですよね。こう荷重かかった時にタイヤが
潰れすぎない。いいですね。でしっかり縦も止まるし、使いやすいんですよねこのタイヤ。はい、それでは難関 CRS まずは255から、行ってみたいと思います。この車ねかなりハイパワーなんで、これをどのぐらいねこの255サイズが受け止められるかかなり楽しみですね。路面温度ね高い時期にも対応できるように作られてるタイヤなんで、ちょっと今日みたいに路面温度がね5度ぐらいだと少しウォームアップをね大事にいってあげた方がいいですね。しっかりアクセル開けて、よく曲がんな。こう縦がねしっかりしてますよね。よく止まる。で早い段階でアクセルオンできるし、いやいい。いやすごくいい。もったいないロスを、これね、僕の腕が悪いということで、いいですね。いい。お2秒6。早い。いいタイヤ。いやしかもこうガッと垂れることもないんですよこのタイヤ。表面全然綺麗なんですよ。めちゃくちゃ綺麗。変な削れ方もしてないし、タイヤカスがぐちゃぐちゃについちゃうとかもないし、何度も使ってますけど普通にいい。もうね値段が僕の255の17インチサイズで10万円ちょいなんですよ。10万円ちょいでこのグリッパーずるい。今ので0秒8、かなりいいタイムですね。速いなこの車、すごいね。タイヤもしっかりグリップしてるし、滑り出しがねめちゃくちゃ分かりやすいですね。ちょっと一回エアー見てもらってもいいですか。今0秒8ですね。0秒 8？ うんそれでこれウイング立てられます？ウイング立てるのってできるんでしたっけ？
はい、行ってきます。ちょっと今左高速で、アクセルのね全開率がちょっと低いのでウイングを少し立ててもらいました。でエアも今 2.0 まで上がってたのでそれ 1.8 カットしてます。こうピットロードねちょっと走ってる感じでも、ハンドルがね少し重さが出たので、エア的にはこのぐらいがちょうどいいのかなっていう気はしますね。おーいいね、グリップかなり高くなった感じがします。ちょっとね、今ピットロード止まっちゃったことで少し冷えちゃった感じがしますね、タイヤがね。でも 80R の全開率かなり上がりましたね。さっきまで本当ね 50% ぐらいの回路でしか抜けられなかった感じだったんですけど、それが、今ね 80% ぐらいかなでは踏めるようになった感じがします。いやでもかなりねグリップ高いタイヤですね。やっぱりねポテンシャル高いよね。滑り出してもこう唐突にどっか飛んでいくっていう感じがなくて、やっぱり粘りを持って滑ってくれるんで、その辺りのコントロールはすごいやりやすいですよね。そろそろ限界来るだろうなっていうところで若干こうスキール音が出てからね滑ってくれるんで、ドライバーにもやっぱり分かりやすいですよね。いいんじゃない？こうなんかね、タイヤって分かりやすい分かりづらいとかあるんですけど、これはねすごく分かりやすい。抜け方っていうんですか、グリップの抜け方とかそういうのがすごく分かるから、ドライバーが安心して踏んでいけるんですよね。いつ抜けるか、今食ってるよとか怪しいよとかを教えてくれるんですよ。立ち上がりやすい。いいね、いい感じ。もうなんか特に不満がないですよ。これがもうちょいあったらなとかがないのが本当なんか文句なしっていうタイヤなんだろう。2秒台ですね。すごい。こう今ねアタック3周目行ってますけど、なんか挙動も変わんないしね、こう一気に垂れるみたいなこともないし、縦もよく止まるし、普段筑波とかね走ったことあるような人が見てくれればね、ブレーキングポイントとかね結構奥なの分かるかなと思うんですよ。いやほんとね、
何の問題もなく曲がる、止まる、曲がる。最終コーナーのこう斜めの荷重がかかったこういう姿勢っていうんですか、剛性ないタイヤだとバタッと潰れていますからね。3周連続アタックしても何の問題もなしと。ほら全然綺麗、めちゃくちゃ綺麗。このコンパウンドの柔らかさね、プニプニで、このプニプニなのにそんなに減らないっていう。だって86っすよ、86。しかも NA で230馬力カタログ値、それだけのパワーで、だってバックストレートも計測で160キロしか出ないわけですから、その160キロしか出ない車で2秒台が普通に出せちゃうって、これ多分綺麗にまとめれば2秒前半とかも狙えると思うんですよ。だから一昔前のもうランエボとかチューンドのランエボとかが出すタイムを NA の非力な車で簡単に出せちゃうと。はい、それでは続いて CRS の285ですね。かなりね幅が広くなるので、これで接地面が増えてグリップが上がってくれるといいですね。どういう風に変わるか楽しみです。でもこうね、ちょっと一つコーナー曲がっただけでもだいぶこう接地感もあって、こう安定してる感じはやっぱりありますね。幅が太いだけあってね。1.7 にしてください。じゃあ行ってきます。今2周のウォームアップで、エアがね 1.8 まで上がっていたので、それ今 1.7 に落としてもらってコースにしてます。今ね車内でタイムが見れなくなっちゃったんで、どのぐらい出てるかわかんないけど、だいぶねフロントも熱が入ってタイムが上がってきてる感じがするんで、いやすごいですね。今285に履き替えてもらったんですけど、285すごい食いますね。86でもね十分使えるタイヤだと思います。立ち上がりのトラクションもすごい良くなったし、コーナーのボトムもねちょっと最初、フロントが入んない感じがあったんですけど、熱が入ってくるとねしっかりグリップしてくれて、ボトムでも曲がって立ち上がりも早くねアクセルが踏めるようになってるんで、僕が選ぶなら絶対こっちの方がいいですね。はい、太いが偉いだと思いますはい、ということで難関 CRS 試乗していただきましたが、いかがでしたか。じゃあまずちょっと宮城から。これからそうですね。いやもう何度も使ってるタイヤなんで、まあもう分かってはいましたけど、めっちゃいいっすよ。そのコストパフォーマンスがやっぱりすごい優れるタイヤだと思ってて、アジアンってやっぱ他たくさんあるじゃないですか。ありますね。そんな中でもやっぱりその CRS で認知度も高くて、それってやっぱりこの
コスパの良さ、すごいグリップしっかりしててタイヤがめちゃくちゃ減るわけでもなく、剛性もしっかりある、やっぱり国産のハイグリップと、かなり遜色ないレベルまで持ってこれてるのが、CRS なのかなと。ソブさんはいかがでしたか？はい、僕2種類今回ね、使わせてもらって、255と、285使わせてもらったんですけど、この車にはね285が合うかなっていう感じでした。255も285もすごいやっぱりねこうグリップが出てくるとスライドにも粘りがあるし、いつ滑って、なんだろうこういつねトラクション抜けるとか、そのあたりがすごい分かりやすいタイヤだなっていう印象、そこはもう255も285も変わらないですけど、この車に限ってやっぱりねターボでかなりパワーがあるので、やっぱりね285幅の方が、トラクションもすごくいいし、踏めますよ、タイムにつながるかなと思いますね。縦もやっぱりすごいよく止まるし、よく加速してくれるし、そのあたりがねすごいやっぱり285幅は使いやすいなと思いました。なるほどなるほど。ちょっとやっぱりこうおそらくね設計してる荷重もかなり重い車用にねおそらく多分作られてるだろうなって最初は思ってたんで、もしかしたらやっぱり軽めの86だとちょっと潰せないかなっていうのも思ってたんですけど、そこら辺は全然エアのね調整とかでも十分対応できる感じだったんで。この車にはもう285一択だから。一択ですね。一択な。一択って感じでしたね。今回エアどれぐらいだったんですか？1.7 ぐらいですね。本館 1.7 から 1.8、そのぐらい使ったんですけど、もちろんねリム幅とか車重とか、そこら辺によってもエアって変わってくるので、あくまで3個ぐらいになっちゃうんですけど。そのぐらいが一番グリップのピークかなっていう感じでしたね。でも、ちょっとねこうエアがオーバーしても、唐突にこう急に滑り出すっていうことはなくて、だんだんこうグリップレベルが落ちていくなっていう感じだったんで、危ない感じはね全然なかったですね。柳さんエアは？僕も一緒です。僕も冷感 1.5 スタートぐらいで 1.7 狙って、調整とかしてやっぱり 1.7 から8ぐらいが使いやすかったかなと思います。いきなりこう抜けるようなことがないっていうのはすごい僕も同意で、2回目僕出た時連続周回ちょっとしてみたんですよ。5周ぐらいちょっと連チャンでこうアタックしてみたんですけど、全然落ちていかないんですよ。落ちていくんですけどこうガクンと落ちない、ソブ選手の言う通りでガクンと落ちないんで、こうアタックし続けても2秒台がずっと連発できて、最後こう3秒台になりますけど、で落ちるタイヤって5秒とかまで本当にガツンって落ちちゃうんですよ。それがない、ずっと似たようなタイムで回れるっていうのは、すごいいいところかなと。じゃあ今回は、宮城とソブ選手のタイムアタックバトルっていう感じでしたけどもお見事ソブ選手が2秒早かったというところで、引退を回避しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ターボついてますからね。ちょっとやっぱり注意したところも注意した方がいいなっていうところもやっぱりあって、その点で言うとやっぱり最初のウォームアップ、そこはやっぱりちょっと気をつけて走ってもらった方がいいかなと思います。どうしてもやっぱりね路面温度が高いところでも使えるように設計されてるタイヤだと思うんですよ。なので最初のやっぱり今日みたいに路面温度が5度とかそのぐらい低い低温域でのウォームアップっていうのはちょっとやっぱり気をつけた方がいいかな。でどう気をつけた方がいいかっていうと、やっぱりこう温まればスライドにも粘りが出るんだけど、最初のやっぱり冷えてるところがちょっと唐突に滑る傾向があるんで、冷えてる時ですね。そうですね。そのあたりはねちょっと気をつけてもらった方がいいかなと思います。でその対策としても今日やってましたけど、ちょっと日向にね、置いて天日干しして、タイヤ温度上げるとか表面温度上げるとか、そのあたりとかもやってあげるとより安全に使えるんじゃないかなと思って。なるほど。一手間かけてあげるだけで、全然使いやすいタイヤになるんで、今日すごい気温が低かったので、もう少し春先とかそういう時だったらそんなに気を使わなくてもいけますかなと思います。夏場なんかも使えるタイヤじゃないかなと。やっぱりハイグリップタイヤって路面温度が上がるとこうすぐ垂れちゃったりとかね、する傾向があるんですけど、このタイヤはおそらく夏場とかも、僕も1回路面温度50度近い時期に履かせてもらいましたけど、確かに路面温度とかでも全然垂れはかなり遅い感じだったので、十分使えるんじゃないかなと思います。でしかも50度ぐらいの時とかはもうウォームアップもほとんど気にせず出てゆっくり走ってるだけでもうタイヤのグリップも立ち上がる感じだったので、オールシーズンでね使えるタイヤなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ということで今ねいろんなタイヤあると思いますけども、やっぱりこう普段使いも
結構できるし、こういうタイムアタックとかサーキットで遊ぶっていうのも十分使えるということで、何よりコスパがねそうめちゃくちゃいいんでね。めちゃくちゃいいですね。パキッパで全然 OK っていうのもユーザーとしては嬉しいですよね。確かに確かに。そうサーキットに来るまでも履けるし。そう、はい今日僕履いてきてあ、ますけど、別に履いてきて表面荒れちゃったりとかもなんもないんで、そこもユーザー向けのタイヤなのかなと。ありがとうございます。皆さんベタ褒めじゃないですね。もうちょっとこう下げといた方がいいかもしれない。そうね。でも本当すごいですよね。実際タイムに出てるし。そうはい。ということで、難関 CRS 今回試してもらい。おお、やっぱ CRS 履いてればどうにかなったと思いますけどね。あー今そうですねそう、うん履いてないからな。ということで、ぜひね皆さんのこうコメント、ドライブ中のコメントとか、あとはこの終わった後のコメントなんかを参考にして、今よりもっと速く走りたいっていう方は難関 CRS 履いて試してみたらいかがでしょうか。はい。ではこの動画がいいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、そして SNS 登録、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございましたありがとうございました。バイバイ。